こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、最近企画の区切り目の連続でしたが、一段落したと思います。色々終わったわね。で、テンションが上がっているうちにメガ隊が探しに旅立ちたいところですが、やはり怖いです。すでに地図39枚調べて空振りしているんですよね。前回は35枚とか言っていたわよ。まあともかく、時代は廃校探索なんです。まるで意味がわからないわよ。さて前回は、全16色の羊毛とガラスと色付き粘土を使い果たして、ついにピラミッドが村に届きました。あとは呪いの影の一部を仕留めたり、植林の初伐採をしたことくらいです。TNT を積む前にピラミッドが村に届いたけどいいの？全くの想定外でした。さて廃校探索中をイメージしながら、アイテムの取捨選択をしているところです。前にご指摘いただいた通り、TNT は起爆から爆発まで自由落下するんですよね。では、村の真上に積み込んだ TNT は、うっかり起爆したらどうなるのでしょうか。自由落下するわね。まあでも爆発することはないでしょうし、普通に建築しても大丈夫なはずです。だからフラグを建築しても大丈夫なのね。さて出発前に、一つ思いつきをこなしておきます。今まで困っていた建築材の個数管理と、余った砂岩の有効活用です。何をしたいかというと、これが一番上の層、これが上から2段目の層という感じに、あらかじめ砂岩でその層の個数をチェストに並べておくんです。で、後で同数の建築材をその右に置くという感じです。相変わらずメモを見ながらのプレイはしないのね。必要なことはなるべく頭に叩き込む主義ですから。そして前に覚えたことが押し出されていくのね。さてこれで、1箱以上の砂岩を活用できました。ただ、まだ4箱少々砂岩が余ってしまいます。でも、次のピラミッドの数数えるには全然足りないわよ。次のって何でしょうか。さてあと一工夫加えて、ピラミッドの5層ごとに積む光源ブロックや透過ブロックの層には、砂岩の代わりにガラスを並べてみることにしました。さて15分ほど費やして、ようやく整理完了です。下の金糸と TNT は砂岩省略したのね。なおスライムブロックの数のズレは、そのうちいつの間にか治ります。さて次は伐採です。試しに 4×5 の草ブロックの対頂点に2本植えてみたら、無事に両方育ったようです。2本でワンスタック超えたわね。それにしても、今まで植林の有用性を考えなかったことは悔やまれます。思い返してみると過去の企画では、原木とはほんの時々森林に取りに行くものだったんです。ところがこの企画は建築系で消費量は3桁上です。持ち運びの手間が多く、発想を変えておくべきでした。でも2本しか植えないのね。今に至るとあと10スタックも取れれば十分だったりするんです。さてでは、ぼちぼち廃校に出向きます。それで、今回の忘れ物は何なの？ネタバレなのでヒントだけ。探索目印用のレッドストーン以外はちゃんと持っていきました。ロジックで考えれば解けるヒントね。なお今回の廃校探索は、割と新鮮な気分だったりします。普段なら邪魔で取り去って大量保存するだけの蜘蛛の糸が、今回はターゲットです。またそれだけでなく、廃校本来の用途である、少々残った鉱石類もターゲットです。まあ鉱山の廃校のはずだものね。なお次の建築ターンでは、139層までを予定しているんです。備蓄の数や回収しやすさから、ディスペンサーとスライムブロック、鉄鉱石まではほぼ決まりで、最後の一枠は石炭ブロックとジュークボックスの2択と考えています。今丸石も持ってきたでしょ。そっちは梅材の砂岩と入れ替えただけです。さて、要塞入り口です。また廃校を探す探索を始めないとなりません。収録データで確認しておきなさいよ。
見ても迷いながら5分以上もかかっていたので参考には。まあジエンドポータルよりは見つけやすいと思います。なんとなくで走り回ったら着いたし、手前にお宝の目印もあるのでわかりやすいはずです。あれ？やっぱり、廃校探したらゲート見つけるのね。ちょっとまずいかも。前の探索では廃校から要塞にたどり着くまでが長かったんです。まあなお、プレイ後にこの収録データを調べたらなんでこうなったかよくわかりました。要塞入り口すぐの分岐点で、まっすぐ行ったら要塞、左に曲がれば廃校があるエリアになっていたんです。つまり、最初の分岐点で人生を誤ったのね。で、黒曜石回収時には見当たらなかった、峡谷も再発見して覗き込もうとして奪おう。普通そこで落ちないわよ。多分、身を乗り出しても落ちない感覚が染みついていたんです。かつ、鍛え上げた左手小指が、この程度の深さには興味を示してくれなかった複合要因です。左手小指には物足りない深さだったのね。で、ぶらついても廃校が見当たらないので、探索本気モードに入りました。行き止まりを塞いでいくのね。まあでも結局、こっち方面には廃校はないんですよね。そして、要塞のみ探索エリアに突入しました。あまり隅々まで探索していないものね。しかしながら1分もしないうちに、なんだか暗くて水が流れてて、見つけた鉱石を回収して撤退です。そして歩き回った挙句、いつの間にか螺旋堀の入り口にたどり着いて、右の通路にも惹かれつつ、階段を上がって左に入ってみたら、廃校は、入り口からこんな近かったようです。ようやく廃校探索が終わったわね。ようやく廃校探索にかかれます。で、念のため道のりを確認してきました。こっちは敷居が高いので、私の身の丈に合った通路から着手です。逃げる時にすんなり逃げれる方ね。で、さすが鉱山跡地で鉱石がちらほらです。どこ掘っても一緒だけどね。さて、最低でもここで鉄鉱石3スタック半が欲しいです。廃鉱一つで足りるものでしょうか。ブランチマイニングでは集めないのね。多くの鉱石に手を出すと、意外と気分よく掘れないんです。さて、砂利の塊を抜けるとそこには洞窟が。これを埋め立てるとその先は行き止まり。さすが敷居の低い通路です。で、こっちは探索終了ということで一旦封鎖したのですが、直後に気が変わって。やはり、廃鉱だけでは鉄鉱石が足りなそうな気がします。洞窟探索するんだ。正直、かなりドキドキしています。いつ以来でしょうか。お、早速石炭。それに鉄、それにあからさまなゾンビの声も。逃げちゃダメでしょうに。こうも不安定な足場で戦うのは危険です。平坦な初級コースから挑みます。で、左に折れ曲がったらすぐ、地下の花を見つけてしまいました。今土を踏む音がしたわね。で、諦めようとした矢先に雲の声も、雲の糸はターゲットなので、突入するしかありません。と、なんか来た絶対クリーパー。あうー。確か、テリーは花は爆風で取る遊戯だったわね。そういえばそんなことが多かったような。そんな気がしてきたので計画通りです。さて、花の先を少し進んでみたらゾンビ声が。と、さっきの急勾配の中級コースはここに繋がっていたようです。でもゾンビを見かけないわね。まあ鉱石採掘が目的の探索ですので、無視していたのですが、どうも精神衛生上良くありません。上でしょうか。うおー。で、下を掘ったらあっさり風味でした。ゾンビ肉の味のこと？そういえば以前少々触れましたが、村を松明で湧き潰しするときは潰し漏れが怖いです。未検証なので可能かわかりませんが、ゾンビスポナーでの湧き潰しをやってみたくもあります。
村の真下に意図的に物持たせたゾンビを集め、モブのスポーン上限を超えさせるってことよね。まあこんな感じに、村の真下でゾンビスポナーがあっさり見つかったらの話です。で、スポナー攻略が終わったところで、なんとダイヤを見つけました。やったわね。ここまで頑張って探索した甲斐がありました。で、もう一つのチェストは火薬すらなく、お荷物ばかりです。というわけでインベントリがかさばったので、残りの見かけた鉱石を回収して、今回の探索は終了です。そして、洞窟探索を終えて地上に戻ったら、すがすがしい朝が出迎えてくれました。もう安全です。今私は安全確認したじゃないですか。でも平地では危なげなく倒すのね。せっかくの TNT の材料ですから。さて、ピラミッド拠点に戻ってきました。気になる今回の成果はこんなところで、鉄鉱石は目標の4割という感じです。あと140個ほどね。なお石炭は目標の2割止まりなので、やはりジュークボックスを積まないときついかもしれません。で、馬鎧レースは鉄がリードを広げました。本命だものね。そしてアイテム整理し終え、次の廃鉱探索に備えたところで今回はここまでです。今の調子で大丈夫かしらね。廃鉱探索なら洞窟探索よりも慣れているので、多分サクサクです。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。